どうもこんにちは。魚と音楽芸術チャンネルです。今日なんですけどもね、この前ね、実は僕、学校をね、卒業しました。今ね、もう2週間ぐらい前からかな、もう、お茶屋さんで働き始めてます。その前にね、ちょっと卒業旅行的な感じで旅行に行きまして、それのね、動画を撮っております。最初は、こちら足摺海洋館里見っていうところに、ちょっと行きました。水族館ですね。ものすごくね、大迫力でした。すごい巨大な、ジンベエでも入るんじゃないかぐらいのすごい巨大なね、太平洋みたいな水槽があって、でそこにね、ちょっと見てください。こういう風に今映ってる斑点模様のお魚ですね、これ今一番手前に来た、黒点模様の点々のお魚、あれがね、イシガキダイっていうお魚になります。で今ちょっと上を通った、斑点模様のお魚がアジアコショウダイですね。コショウダイになります。それからこういう風にね、イシガキダイなぜか知らないんですけど溺れかけてんのかな時々ね、こうやってね、なんて言うんだろう、こう落ちてく、でこのイシガキダイとか、倒れてるイシガキダイの前を通った縞模様が尾びれあたりにある魚、あれがイシダイっていうお魚なんですけども、で続いてはこちら、ダイバーさんがまたいるんですけど、こういう風にね、今見えてる範囲はイシダイ、カゴカキダイ、それからヨスジフエダイね、それからコショウダイにのイシガキダイ、イシダイとかね、赤松カサ、オヤビッチャって言ってスズメダイの仲間とか、あと三の字ね、ニザダイとかね、そういうのがいっぱい来てるんですけども、このね、体のすぐ近くになんかヒラヒラしたお魚がいるんですけど、あれがミノカサゴっていうお魚になります。でそのミノカサゴっていうのがこういうお魚ですね。こういうお魚、綺麗。これなんですけど、今言った通り綺麗なんですけど、バッド情報です。背びれと、それから腹びれ、それから尻びれ、胸びれ、ここ全部、猛毒のトゲを持ってます。なので、海なんかでこういう魚見かけた場合は、絶対ね、触らないようにしてください。刺されました、痛い。ミノカサゴにちょっと今刺されましたっていうのは嘘で、刺されたふりですね。なんで好きなの、ミノカサゴ？泳いでる姿もこう胸びれとか尾びれとかヒラヒラさせてて綺麗だし、模様とかもなんかね、綺麗で、毒を持ってるんで他の魚に襲われないんで、堂々と泳いでるとかも好きです。何やら小さいお魚がたくさん泳いでおります。群れになって、こちらがマイワシっていうイワシですねの大群の水槽ですね。綺麗だよね。すごいよく綺麗に映ってるんですけども、この水槽なんですけど、まず今、指さしてるのがヘダイっていうお魚になります。であとヒメツバメウオっていうのがいるのと、コショウダイとかね、そういう、あとスズキとかね、そういうのがいる水槽になります。里海なんですけど、すごいね、ヘダイとかコショウダイとかヒゲダイとかね、あとスズキ、それからミノカサゴとかね、イシダイとかイシガキダイとか、三の字とかね、いろいろな種類がいてね、ものすごく楽しめました。こちらがね、いぶりセンター第2水槽、大阪のね、海遊館に送るためのジンベエザメが、待機している場所ですね。その2匹をね、見に行ってきました。ジンベエザメね、僕ね、前から大好きだった魚で、魚の中で一番好きな魚だったのでね、ずっと見たいと思ってました。なんで好きなの？大きくて優しい魚だからです。いいね。フィリピンとか行くと見れるんですけど、フィリピンなんて行けないので遠すぎて、こちらがね、ジンベエザメになります。
スマートな形ですね。尾びれを動かしてたりするところすごい好きですね。口のすぐ後ろがね、目ですね。小さいですけど実はよく見えてます。ただね、遠くを見るのはあまり得意じゃないです。こうやってね、シマアジっていうお魚なんですけど、まあアジの仲間ですねが、ジンベエザメに寄り添って泳いでます。ジンベエザメに守ってもらってる。守ってもらうためにそばを泳ぐのね。そうですね。シマアジをジンベエザメは食べないの？まあ食べないです。さっき言った通り小魚とかなんで。でこの横にお腹の下にくっついて泳がれてもジンベエザメは嫌がらない？全然嫌がらない。優しいんだね。本当にフレンドリーなお魚。餌やりです。すごい迫力ですね。こんな風に口を思いっきり開けてね食べております。本当にね、何百トンぐらいの、プランクトンをね水と一緒に飲み込んで、エラでねこし取ってプランクトンだけを食べてます。で、水は、エラから吐き出してます。でジンベエザメって本当に成長の遅い魚で、まあ大人になるまでにですね、まあ10メーター越すぐらいかな、生まれてから25年もかかります。長生きなのね。はい、何十年生きると思いますか？コメント欄で教えてください。いいね。あえて答え言いません。はい。こんな大きい口して襲われそうな感じではあるんですけど、もう本当にゴマ粒みたいなね歯が数千本あるだけで、小魚とかもう本当にイワシとかですよ、噛まなくていいようなイワシ、それからイカとか、あとはプランクトンとかオキアミとか、そういうものをね基本食べてます。面白くて、例えばシャチが敵なんですけど、ジンベエザメってシャチに襲われました。で目玉だけを守るために目がこうふっと引っ込みます。皮膚の奥に。面白い。なんか楽しいね、これ見てるとね。ほんとすごいですよね。何模様って言うんだろうね、これね。ジンベエ模様だからね、ジンベエザメって言います。なるほどね、そうかそうか。次はダイバーさんが、潜ってですね、手からね餌をやってるシーンになります。こうやってね、口の中に手入れたりとかして餌をあげたりしてます。ジンベエザメは絶滅の危機は平気なの？絶滅だいぶアウトです。そう。結構ね個体数減ってしまってて、中国なんかではねステーキなんかにして食べてるんですけど、身がちょっと渦っぽいので食べれないと。ただフカヒレは超上等品ですね。フカヒレはね個人的には良くないと思ってます。フィニングって言って、ヒレだけを取る量ですね。ヒレだけを切って、でヒレ以外の体は頭とか全部含めてね、ヒレ以外は全部海に捨てちゃう、しかも生きたままっていう量がねすごい多発してて、もう本当にそのせいでほとんどのサメがね失われてるんですよね。なので本当にフィニングはやめてほしいなと思ってます。それフカヒレだけみんなが食べたがって、だけですね。そうでサメの肉はみんな欲しがらないからってことね。そうしてるんですよね。今まで好きで実際見てみてどうだった？いや本当に余計好きになりました。おおよかった。また行きたいですね。そしたら、2日目の動画でございます。今ねこういう風に海とかそれから砂浜とかが映ってるんですけども、こちら今から、海底館っていう場所に行きます。でこの海底館なんですけど、軽く説明すると、建物が海の中にあって、で建物の中を歩いて海底を見れるみたいな場所ですね。すごいよね。はい。その日その日でいる魚が何がいるかわからない。もう本当に海にいるようなもんで、いつ何がどこに来るかわからない。自然のままの海が見れるのね。自然な海が見れます。螺旋階段を降りていきます。はい、まもなく海底着です。で、はい、海底行きました。はい、こういう風にね、餌やりの箱みたいなのを、入れていて、魚たちがね頑張って自分たちで蓋を開けようと頑張っております。
でここに今映ってる限りではイスズミとかグレとかブダイとかね、親ビッチャとかね、そういうお魚たちがいます。で今ちらっと映ってるこのミノカサゴですね、時々ねこうやってへばりついてることもあります、なのでこういうのにうっかり触ったりとかしたら本当に危ないんでね、周りとかよく見てね、変な魚がいないか、変な魚って毒魚ね、しっかりね見てね、行動するようにしてください。今いるのが三の字ですね、ニザダイ。今急いで泳いでいったこれですね、この小さいの、これが、乙女ベラっていうベラになります。あとこのぼやけてますけど、これが左巻き、鷹の旗ですね。でこれもまたベラで。どう、海底感面白かった？海底感ね、自然の海が見れたのは面白かったんですけど、ちょっと思ったより魚の種類少なくて、それでもね自然の海が、しっかり見れて楽しかったです。はい、よかった。卒業旅行どうでした？いい思い出になった？はい、めちゃくちゃいい思い出になりました。高知に住んでてよかったよね。日本中でもめったにこんなジンベエ見れるとこないがやない？大阪の海遊館と胆振のセンターと、あとけど沖縄の美ら海水族館があるんですよね。全国の皆さんにおすすめやね、この高知。おすすめですね。すごい近くにだって3つもさ、こうやって見れるとこがあって、海底館と胆振センターと、海洋館。そうやね。はい。働き始めてどうですか？働き始めて大変な作業もあるけど頑張ってます。 YouTube はこれからどうすんの？はい、続けていきます。お魚買うお金はどうすんのこれから？働いた給料と、もし YouTube がうまく1000人登録いったら、そのお金を使います。ぜひね、また動画上げますのでチャンネル登録とか応援とかお願いします。